こいつを見てください。深淵の主マヌスです。ウーラシール人は地下に埋葬されていたこの古い人の化け物を掘り起こして崩壊しました。なんと町全体が深淵に飲まれてしまったんです。とはいえこのウーラシールを崩壊にまで追い込んだマヌスの正体、いろいろと謎が残るんですよね。どうも失った何かを求め続けていたようでした。深淵の主マヌスのソウル、それは尋常のソウルではなく、どろりとして生温かい優しい人間性の塊である。マヌスは古くとも明らかに人であった。人間性を暴走させ深淵の主となった後もずっとよるべあの割れたペンダントを求めていた。はい、マヌスの求めていたもの、それがウーラシールの宵闇とこの割れたペンダントでした。割れたペンダント、その片割れ、ごく古いものではあるようだが、その石からは強い魔力が感じられる。今人が知らず扱いもせぬその力はとても強い強襲相棒の類だ。そう、マヌスは宵闇に対して並々ならぬ感情を抱いていました。それも一国を滅ぼすほどのもの。一体マヌスとウーラシールの宵闇の間にはどんなストーリーが隠されていたんでしょうか。先に結論を言います。マヌスとウーラシールの宵闇、この2人の物語、実は大王グインとフィリアノールの物語の元ネタでした。前回も言いましたけれど、神々の物語って基本創作なんですよ。元になる史実があって、それを神話風に脚色していました。その証拠がこれ。オープニングで雷の槍をぶん投げて古竜を討伐している大王グイン、神代の竜狩りのシーンですね。この雷こそ大王グインが王のソウルから見出した力でした。でもちょっと待ってください。これに反するような奇跡がダークソウルには登場します。雷の杭、失われた竜狩りの奇跡。この物語は忘れられた竜狩りの姿を伝えている。竜の鱗を貫くのなら雷を投げてはならぬ。その手で直接竜に杭を突き立てるのだ。そう、雷の奇跡ってもともとは投げるもんじゃなくって直接ぶっ刺すものだったそうです。それなのに大王グインは雷をぶん投げて使っています。なんかちょっとおかしくね。もともと雷の力はグインが見出したはずです。なのに雷をぶん投げるのは本来の竜狩りの姿じゃないってツッコミが入ってるんですよ。そう、この時点でもうすでに何かが矛盾してるんです。はい、つまり大王グインよりも先に雷の力を使いこなした誰かがいたことを示唆しています。まあこれ一言で言うと叙述トリックなんです。僕ら神様の時代って聞くと無条件で大昔のことやんって思っちゃいますよね。だって人は神様から作られたんだから。はい、今のこれが勘違いなんです。神が人を作ったんじゃないんですよ。神よりも先に神の物語を作った誰かがいたんです。そう、ダクソにおける神様って精神的存在なんですよ。人の意識から生まれる実体を持たない生命体です。集合意識とか価値観に近いです。わかりやすく言うとダクソには大きく分けて3つの時代があったんです。古い人の時代、神々の時代、そして今人の時代。何よりも先に古い人の時代があったんです。人がいてドラマがあって、それが歌われ始めて神々として成立する。これが神の時代の正体です。ダークソウルの神々は精神的存在、ある種の物語でした。だから神が死ぬとすれば、その神の物語が誰からも忘れられた、そんな時なんです。そう、これグインにも当てはまります。神ってのは単独でポンと生まれるもんじゃないんですよ。必ずその神の存在を願う人、信じる人がいて初めて存在が許されます。ではグインの元となった人物は一体どんな奴だったんでしょうか。ようこそナンニーです。今回はマヌスとグインの悲劇の物語を解説していきます。グインの元ネタ古い人誰だったんでしょうね。多分全く予想つかないと思います。さてグインについてさらっとおさらい。もともとグインら親族は子供が作れませんでした。理由は単純、神は肉体を持たないんだから当然子供を作れません。しかしグイン大王は神でありながら何とかして子供を作ろうとしました。人の真似事をしてイザリスの魔女と子作りに及んで、その結果破滅を迎えることになりました。イザリスの魔女は混沌の苗床と化して、そこからデーモンが生まれ始めました。子供どころか神からデーモン爆誕です。これにはグインも大ショック。何とかして自分のソウルを回収しようとデーモンを殺しまくったんですけれど、それが裏目に出ました。デーモン虐殺の行為が咎められて、結局棺へと追放されました。これ前回解説したんでかなりはしょりましたけれど、これがダークソウルの前日譚でした。ラテン語翻訳で8年越しに出てきた裏ストーリーです。でこっからグイン大王には正式な娘が一人だけいました。フィリアノール、和の都でグインの迎えを待ち続ける女の子。そう、大王グインはこのフィリアノールを迎えるために全てを捧げ、そして滅んでいきました。棺という名の食材の旅ですね。薪にされ燃やされ形を変えながら罪を贖い続けていました。ダークソウル3ではシリーズラスボスとしてそんな大王グインの残りかす王たちの化身と相まみえることになりました。王たちの化身、最古の薪の王グイン以来始まりの火を継いだ偉大な王たちのソウルがいつか火を守る化身を生んだのだろう。そう、今までの火を継いだ主人公らの集合体が王たちの化身の正体でした。当然グイン本人も混じっています。ある意味大王グインって溶けて形を失おうが世界の終わりまで無限に燃やされ続けるような状態に陥っていたんですよ。もう完全に煉獄ですね。さてそんな化身のソウルにまつわる海外で有名な小ネタを一つ紹介します。化身たちのソウルの中心核になぜかペンダントらしきものが見えるんですよ。これが王たちの化身のソウルです。でよーく見ると中心部分になんか変なもん混じってます。はい、これね無印に登場したペンダントなんですよ。焼き切れたペンダントが王たちのソウルの中心部分にあるんですよ。これがおそらくヨルベになっていました。
ペンダント、何の効果もない品だが、辛いためには思い出が必要なのだ。そう、王たちの化身のゆるべとなっていたものは思い出そのものでした。部員にとってそれはフィリアノールの記憶だったようです。とはいえ、愛する娘に会いたいと願うことがそれほどまでに大きな罪だったんでしょうか。そしてもう一つ、そもそもなんで大王グインに娘がいたんでしょうか。さあここから、神々は子供を作ることができなかったはずです。それなのにグインには娘がいたんです。これどういうからくりだったんでしょうか。この秘密、ウーラシールの地下に隠されていました。深淵の主マヌス。この古い人の化け物のことを掘り下げていくと、なぜか最終的に大王軍にぶち当たるんですよね。めっちゃ不思議っすよね。真逆やんけっていうな。ヒントになるのはウーラシールの宵闇。宵闇のセリフ。私はずっと長い間あのクリスタルゴレムに囚われていました。あれとともに故郷を離れ、世界のいびつをさまよっていたのです。はい、この子、クリスタルゴーレムを倒すことによって救出できる由緒不明のどこかの王族の姫君様です。まあそこまではいいんですよ。この子ね、なんと一度助けてもまたすぐにマヌスにさらわれちゃいます。すごいっすよね。ピーチ姫でももう少し計画的にさらわれますよ。で、マヌスを討伐することによって再び宵闇様を助けることができるんですけれど、その時彼女おかしなことを言います。宵闇のセリフ。以前深淵の化け物にさらわれた話をいたしましたが、一つだけ覚えている感情があるんです。強く懐かしむ感情、戻らない幸福とその思い出の品、それを求める思い。あのような感情を抱くものを化け物と呼んで良いのでしょうか。マヌスってどうもウーラシールの姫君様を愛していたみたいです。おそらく姫君様とはかなり近い関係にあったことが伺えます。とはいえ姫君様曰く、彼女はずっと一人ぼっちだったみたいです。宵闇のセリフ。私の故郷ウーラシールは私の時代でもすでに滅んでいました。だからやっぱり私は一人で。そう、姫様の時代じゃウーラシールはすでに滅んでいたんです。そんな一人ぼっちの姫君を愛する誰かがいたんです。それがマヌスの正体でした。少しまとめます。古い人であるマヌスはなぜか宵闇を愛していた。宵闇のいた故郷はなぜか滅んでいる。マヌスはなぜか割れたペンダントを探していた。順を追って紐解いていきましょう。まずは宵闇のいた時代を特定しよう。宵闇の姫様は昔のウーラシールからやってきたそうです。一方この深淵に飲まれかけたウーラシールも昔の時代でした。まあ順当に考えると宵闇はこの時代から来たんだろうなって思いますよね。僕も最初はそう考えていました。でもそれだと矛盾が生じるんですよ。宵闇曰く彼女はずっと一人ぼっちと言っていました。でこのウーラシール、どう見ても一人ぼっちなんていう状況じゃないっすよね。みんな異様化してるけど、この環境を一人ぼっちと表現するかって感じしません？僕やったら別の言い方しますよ。とりあえず何回目？少なくとも一人ぼっちっていう表現はしません。実際高野目剛もこう言っています。アルトリウスを蝕んだ深淵の闇は今やこの国ウーラシールを飲み込もうとしている。おそらく滅びは避けられまい。わかりますか？滅びは避けられまいと言っています。裏を返せばまだ滅んでいないと言ってるんですよ。つまり宵闇のいた時代のウーラシールはこの時代じゃないです。もう少し別のウーラシールです。考えられる可能性は2つ。この後の時代、深淵に飲まれて滅んだ時代か、もしくはウーラシールの地下で眠っていた古い人の時代出身か。これ先に答えいいとね、マヌスと同じ時代出身なんですよ。その証拠がこれ。宵闇の乳母エリザベスのセリフ。まあ珍しい。あなたとても先の人ね。それにとっても一臭い。でも悪くはないよ。あなた宵闇様の思い人ね。見えぬもの、宵闇様のおっしゃる通りだもの。宵闇様ってどうも主人公のこと大好きだったようです。しかも可愛らしいことに姫様、それをこのキノコにおしゃべりしていたようです。エリザベスは主人公のことを知っているんです。もしウーラシールがキノコを相手にのろけるタイミングがあるとすれば一つ、この日よりも以前の出来事です。つまり裏を返せば、この滅びかけたウーラシールよりも前の時代、さらに古い時代にもう一つ別のウーラシールがあったんですよ。そう、ウーラシールって2つありました。古いウーラシールと新しいウーラシール。素晴らしいチェスター、深淵などまさにウーラシールの自業自得。烈破の大蛇に計られ墓を掘り個人の体を恥ずかしめるなど、まさに恥知らず愚者ではないか。はい、だんだん繋がってきましたね。ウーラシールの地下の墓、そこに眠っていた深淵の主マヌスが宵闇を求めた理由。宵闇がいたのはこのマヌスと同じ世界線のことだったんじゃないんでしょうか。そしてマヌスにとって宵闇はかけがえのない存在だった、そんな筋書きが見えてきます。とはいえさらに謎は深まりますよね。それだとウーラシールが2つあることになります。滅んだウーラシールがなぜか過去にまたあったんですよ。なのにその未来ではまたもう一度滅びかけているウーラシールがあるんですよ。ちょっと奇妙すぎますよね。どうして一度滅んだはずの国が再び後の時代に何事もなかったかのように再建されていたんでしょうか。はい、これが深淵の革新に迫り得る鍵なんです。オラフィスのストレイド。国は栄え、しかしいずれ衰えていく。あたかも火が燃え上がり消えるがごとく繰り返す。しかし消えかけた火はやがて蘇る。そして再び国が栄える。その姿を変えながら全ては呪いよ。お主のごとき呪われ人が火を引き受けるのよ。以前棺は世界そのものの連成だと言いました。滅びかけた世界をつなぎ止めるために記憶や思い出、ソウルから過去の世界を何度もリニューアルして作り直していた。言ってみればデスループ構造の世界なんですよ。死ぬ直前にセーブしたデータを棺によってひたすらロードしまくっていたのが3の世界観でした。言ってみれば記憶や思い出から世界は作られているんです。このウーラシールでも同じこと起こったんちゃいます？連成炉、
結晶トカゲの抜け殻を貼り合わせて作られている。この炉で異形のソウルを錬成することでその特質を凝固させた特別なアイテムが作られる。錬成とはソウルから武器や防具、魔法を作り出す手段です。ボスのソウルを錬成すればそのボスにちなんだアイテムが手に入ります。これを世界単位という壮大な枠組みでやっていたのが棺という仕掛けでした。さあここからウーラシールで何が起きたのか、いよいよ具体的なところに突っ込んでいきます。大王具員マヌスセスです。取っかかりはこれ、アイコンパズル。実はダークソウルの奇跡や魔法のアイコンってパズル機能が搭載されています。ものによっては絵を組み合わせることにより元の形、物語を復元できたりします。例えばこれ、雷の大槍、大王具員を象徴する力です。そしてもう一つ竜体石、竜に変身するためのアイテム。この2つの品が一つながりの代物って知ってましたか？ちょっと見せましょう。雷の大槍と竜体石をこんな感じで組み合わせます。するとほら、雷の槍と竜の光ってる目が組み合わさるんですよ。これ見た人さ、多分今前振りの割にしょぼくねって思ったよね。大丈夫、こじつけボーイじゃないんです。これまだ未完成なんです。もう一つ別のパズルピースがあるんですよ。今度は竜頭石と雷の大槍、こいつを組み合わせます。するとほい、こんな感じで細部までしっかりと線が合ってるんですよね。雷の槍のバリバリ部分と竜のこの光ってる部分が完全に一致します。ほい、こんな感じに線つけると分かりやすいやろ。はい、まあ見ての通りでございます。とはいえ、なんで雷の槍と竜頭石が同じアイコンを共有してるんでしょうか。謎ですよね。この答え、3つのアイテムを同時に表示することによって浮かび上がります。はい、先ほどの竜体石をかぶせます。するとほら、なんと雷の大槍が竜の首を貫いている絵が浮かび上がるんですよ。竜の体から雷の大槍によって頭の部分だけが吹っ飛ばされている、そんな絵が浮かび上がってきました。そうなんですよね。竜体石と竜頭石が分かれてたのって間にこの雷の槍がかまされていたからでした。もうさすがにこじつけじゃないです。雷によって竜の首が落とされる様、まさにオープニングシーンの再現といったところでしょうか。とはいえ、ちぎれたはずの胴体部分にも頭ができています。まるでプラナリアみたいですね。一応これは決して死なない古竜の特性を表しているのかと思われます。竜種の盾、古竜の末裔の種球をそのまま盾としたもの。岩のようなそれは確かに硬質である。たとえ末裔であれ、古竜が朽ち果てることはなく、戦技により王子の力を寸分とに戻し、竜のブレスにより前方をなぎ払う。はい、実はこの手のアイテムパズル、探せば無数に見つかります。奇跡とか魔法の変な模様、何かしらどっかのアイテムと結びつく可能性が高いです。暇な人ぜひフロムパズルに挑戦してみてください。神は細部に宿るを字でやってます。これはきっとくっそ面白い最新作のエルデンリングも名作に違いないな。さて、マヌスの話をするはずなのに、なぜ雷の大槍と竜体石の話をわざわざ持ち出したか。なんと今度は雷の槍とマヌスのペンダントがつながるんですよ。って感じですよね。百聞は一見にしかず。はい、こんな感じに組み合わせることができます。どうだろう、見るだろうか。はい、要は合ってるんですよこれ。繋がってました。こんな感じでね。はい。でもね、これだけじゃないんよ。これとさっきの竜体石を組み合わせるとどうなると思います？マヌスの割れたペンダント、その欠けたパーツ、引いてはマヌスの状態。いきます。ほい。なんと竜体石とマヌスのペンダントが合致するんですよね。はい。マヌスの割れたペンダントって竜体石の一部でした。もう容赦なくドラゴンしています。上は白と黒のドラゴン。下にも赤と黒のドラゴンらしき顔が見えます。ぶっちゃけます。竜体石まだまだドラゴン潜んでます。もうこれ見てもらったら多分納得してもらえると思うんですけれど、フロムのアイテムアイコンにはこんな感じでいっぱいパズルがあるんですよ。みんなも心霊写真を漁るような感覚で探してみよう。さあ、なぜマヌスのペンダントが竜体石のかけらだったんでしょうか。どうして大王グイーンの雷とつながりがあったんでしょうか。そして宵闇の姫君を求めたその理由、結論を言います。マヌス、竜でした。それも人の心を持った竜でした。ではなぜマヌスは人の心を持っていたんでしょうか。はい、これ多分十中八九人の心を食ったからだと思います。竜の末裔の能力を見ているとどうもそんな節があるんですよ。くさび石の鱗、ソウル錬成によって生まれた武器たちは同じ力を持ったくさび石でしか強化できない。ごくまれに結晶トカゲがソウルを食らい巨大な体にこの鱗を宿すという。で、面白いのがこれ、結晶トカゲは足が8本あります。古竜の頂にいるやつも同じです。で、墓場にいる大ぐらいの結晶トカゲを見てください。なんと手足が人のものになってるんですよ。この大ぐらい種、なぜか墓地や死体が多い場所に生息しています。多分人食うんですよこいつら。そしてそのソウルを結晶化させてしまいます。そう、食らったものを何らかの形で自分たちの一部にしてしまうんですよ。これ多分マヌスも同じなんですよね。ちょっと思い出してください。ウーラシールが一度壊滅していましたよね。その後の時代に何事もなかったかのように再建されていました。
つまりあの時代のウーラシールってマヌスがウーラシール人を全員食らったソウルから作られたものだったんじゃないんでしょうか。そんな可能性があるんですよ。さらにマヌスが食らった人の中に宵闇の姫様をめちゃくちゃ愛してる人がいたんだと思います。そんな愛情を引き継いでしまった竜がいたっていうね。なんか既視感ありますね、この物語。どっかの神様がやたらめったら娘に会いたがっていたんですよね。まあその結果身を滅ぼしたわけですけれど、不思議ですね。まあそれちょっと置いとこう。僕このマヌスの正体に一つだけ心当たりがあるんですよ。錬成術師ルドレス。彼が巻きにされた後残った一つのアイテム、頭蓋の指輪。クールラントが錬成した秘宝の一つ、魂ぐらいのソウルに由来するもの。魂ぐらいとは無限のソウルを吸収し己の力とする化け物であったという。その呪われた死骸が燃え尽きようとソウルの匂いの消えることはなかったと。この魂ぐらい、何か重要そうな人ですけれど、まず最初の取っかかり、頭蓋の指輪の題材になっている部分がグインにまつわる太陽の調子の指輪とかなり似てます。偶然でしょうか。しかもこの魂ぐらいとやらは最後にどうやら燃やされたようです。棺でもしたんでしょうかね。この魂ぐらいの正体、グインという神の物語を紡いでいた竜の可能性があります。正確にはグイン大王の肉体部分、その物語の紡ぎ手です。神々は語られてなんぼですからね。それを裏付けるのがこれ、雷の杭。これ大王グインよりも古い竜狩りの奇跡ですけれど、誰が落とすと思います？はい、なんとこの砂ワームです。カーサスの地下デーモンの領域に住み着く謎の巨大生物。なぜこいつが雷の杭なんて奇跡を持っていたんでしょうか。注目してください。やつの体、よく見ると人の腕が飛び出しています。さっきの人食ってた結晶トカゲと同じですね。さらに亡者の顔まで浮かび上がっています。これ呪いの証なんですよ。大樹の日がそうだったように、この砂ワームめちゃくちゃ呪われまくっています。相当人を食った証です。実は雷の杭とウーラシールの魔術には妙な関係があったりします。雷の杭のこの部分、反転させた歪んだ口壁と一致します。歪んだ口壁、古い黄金の魔術の国ウーラシールの失われた魔術。そして雷エンチャントに使用されるのはこの黄金松屋に謎のキノコからしかドロップしないウーラシール由来の品。そう、前回からグインとウーラシールの関係にめちゃくちゃつながりがあるって言ってましたけれど、おそらくグインの雷このウーラシールから来ています。というかウルンドの古い宝具である銀のペンダントがまんまウーラシールの魔術っていうね。そう、グインの雷の力の起源、確実にウーラシールから来ています。失われた黄金の魔術の国、古い竜狩りの奇跡が忘れられたその理由、この砂ワームとマヌスを挟めば全部つながるんですよ。多分ウーラシール人、宵闇の姫様を除いて全てこいつらの腹の中なんとちゃいますはい、そういうことでした。一言で言うと、マヌスがウーラシール人食って彼らの魂でグインという神を作った。砂ワームはマヌスの破片だと思います。実際マヌスの左腕をよく見ると砂ワームと似た骨格をしていることが見て取れます。おそらくこれが魂ぐらいの化け物マヌスの慣れの果てでした。大王の王冠、最初の火を継いだ牧の王グインの王冠。最も強いソウルの王グインは棺を前にその力を一族に分け与えた。さっきも言いましたけれど、竜は不滅です。首を落とされても死にません。蛇になった者もいれば虫になった者もいる。この砂ワームはそんな大王グインの力を分け与えられた親族の一匹だったんだと思います。先ほどの竜体石と雷の槍が表していたのはまさにこれ。形と姿を変えながらあり続ける、それが竜のあり方でした。結論を言います。大王グインの本体は魂ぐらいの竜マヌスでした。多分寝台の方の竜狩りの物語ってもともとは魂ぐらいの竜と戦った人々の記憶だったんだと思います。そんな彼らを竜が食らったから華々しい神々の竜狩りの物語が生まれたっていうね。そう、前後関係逆っていうね、めっちゃ皮肉な展開ですよね。竜狩りの時代は竜の紡いだおとぎ話、人のソウルから竜が錬成したフィクションなんです。ただ古竜を観測していた人が全員竜に食べられたから、結果的に火の時代から古竜がいなくなりました。まああれですよ、鏡がなくなったら自分の顔見えなくなりますよね。そんな感じです。これでやっと矛盾解消です。古い人の竜狩りと神々の竜狩りの物語が食い違っていた理由が綺麗に繋がりました。少なくともウーラシール人はすでに滅んでいました。ただ一人、宵闇の姫様を除いて、こっから事態は急展開を迎えます。魂ぐらいの化け物の食らったソウル、なんと激毒が混じっていました。ウーラシール人の誰かが宵闇の姫君を愛していたんです。それを裏付けるのがマヌスの思い。人ならぬ身に強烈な人の愛を宿してしまったんです。しかし日の時代には当の姫君だけがいませんでした。だって魂ぐらいの化け物は一番重要な姫君様だけを食い損ねてしまったんだから。クリスタルゴーレム、裏切り者のシースの差し金によって。ダークソウルでは常に実体に言論の考え方がついて回ります。精神と肉体で、不思議なこと聞きますけどね、人ってどこからどこまでが人なんだと思います？人の体を持つものでしょうか、それとも人の心を持つものでしょうか、あるいは人の痛みを知るものでしょうか。そう、マヌス、自分が殺した人間の心をそっくりそのままインストールしてしまったんです。そして殺した人間がかつて愛していた娘を追い求めるようになってしまいました。まさにスワンプマンのジレンマ。竜であるマヌス、しかし宿ったのは優しい人の心、失った子あるいは残してきた子を思う親の悲しみでした。これがマヌスの悲劇の始まりでした。というわけで次回深淵編ラストグイン大王、次回は1週間後にあげます。あとシースがなんだかハゲてるだけじゃないなと思ってきた人は高評価よろしく。以上ナルニーでした。じゃあね。